この見た目の生涯年収の差は2700万人、不細工な人は保護されるべきで、人間はどういうふうに不細工と可愛いを見るのかという、ハゲとかそういうふうなものは差にならない。韓国の統計データなんですけども、美容整形はコスト的にマイナスだ。美貌格差ですね。でこれはですね、正直あんまりおすすめしないです。面白そうな気がしてですね買ったんですけども、この見た目の生涯年収の差は2700万人、不細工な人は保護されるべきっていうのが書いてあって、ここのところのですね目次とかの章立てはすごく面白いんですけど、中見るとですね真面目な経済学すぎてですね面白みがないと。で面白いポイント自体を言うと、綺麗な人とあと不細工な人、この本の中にははっきり不細工というふうに書いてるんですけども、これがどのようにですね人間をランキングしているのかというのが書いてあった。例えば僕らは綺麗とか不細工というのはあくまで主観的なもんだからそうとは言えないって言うんだけども、そうじゃないと。実はみんなが綺麗だと思う人は大体同じで、みんなが不細工と思う人も大体同じ。これは統計値で書いてあります。ここのところはもう今後言い訳ができないなというふうに思いました。であとですね、人間はどういうふうに不細工と可愛いを見るのかというと5段階であるとしますよね。で5が一番可愛い。でこれをですねこの本の中では3は同年代の同じ性の人、例えば男性で40歳、男性で40歳の他の人に比べて普通であれば3っていう点の付け方をするんですね。で5をですね、誰が見てもイケメン、誰が見ても美人っていうふうに定義すると。で1を誰が見てもブサイク、誰が見てもブスっていうふうに定義すると。で4と2をそれぞれ同年代の人の中では美人、綺麗、同年代の人の中では割とブサイク気味っていうふうに定義するんですね。そうすると実はどういうふうに分類されるのかっていうと、僕らはついつい自分のことをですね、自己卑下してですね2とかなとかですね考えちゃうじゃないですか。でも実際は実はですねこういう分類になるんですよ。だいたいこれぐらいになるんですね。わかりますか？人間は他の人間をですね美しく見がちなんです。つまり2とか1の人は割と少ないめなんですね。で3普通であるがやや多い、これは予想なんですけども、4がですね割と多いんですよ。なので俺は普通かなと思う人は4だと思っても割と大丈夫なんですね。というですね、なんか人間はですね同じ種族の、例えば黒人は黒人を見て、白人は白人を見て、日本人は日本人を見たら普通の人を見たらやや良いというふうに評価する。つまり他人の顔をですね好ましく見ようとするという性格があると。これはこの中で分かってきた。ではそれごとにですね収入、年収にはどれぐらい差があるのかっていうと、男性の方がですね差が大きいっていうのがこの本の中で統計として出ています。僕らは普通女性で美人の方が収入的に恵まれているというふうに思っちゃうんですけども、そうでなくてですね、収入的に言うとですね男性の方が5とか4の人の方が上の率が高いと。でだからといってですね低ければ年収が低いという統計データがあまり現れないと。例えば全体の人口のですね 5% しかいない5のランクの人ですけども、ではそれが3の人に比べて年収の差がどれぐらいあるのかっていうと1割ないぐらいなんですね。でも1と5の人を比べると明らかに 15% から 17% ぐらいの年収の差ができるっていうことなんですよ。だから見た目と収入の差っていうのは思ったほどではないので、ここにこの生涯年収の差は2700万、これ大きいような気がしますけども、実は生涯でこれぐらいしか差が出ないというふうなことなので、ちょっとですねこのタイトルの割にですね美貌格差っていうタイトルの割に案外そんなに差がないんだろうなという話なんですけど、それをひたすらこう書いてる。面白かったですのでですね、あとですねこれは若い人にはいい知らせかも分かんないんですけども、顔自体の差よりもどの民族も年齢による差っていうものの方がはるかに大きいそうです。つまり3の人より4の方がイケメンなわけですね。4より5の方がイケメンなんです。この段階をワンランク上がるよりも
10歳若く見える方がずっとですね経済的になんかこう差が出てくるということですね。なんか若く見えるというのはどの民族にとってもすごく強いんだなっていうのがありました。ハゲとかそういうふうなものはあまり差にならない。でお化粧とかですね髪型とかですねファッションっていうのもほとんど影響しないっていうのも面白かったです。いろんな写真を見せてなんかランキングつけたりとかやってるんですけども、僕らが思ってる以上にずっと髪型ファッションなどはその人の見た目に少なくとも収入の影響するほどの見た目に影響されないと。あとはこれ美容大国美容整形大国である韓国の統計データなんですけども、結局じゃあ美容整形すればいいのかっていうと、美容整形にかかる経費と美容整形での苦痛ですね、その手術自体の痛み、その後美容整形をやってしまったことを隠す、あと美容整形をやったという実績のね、それらを総合するとですね、少なくとも統計取られている韓国ではですね、美容整形はコスト的にマイナスだっていう数字が出ていると。つまりやったことの手間とか苦痛とかですね、精神的な負担とかを考えるとやったら損だというのが出ているというのが面白かったです。そこら辺をですね、その数字ではっきり出しちゃった本が割とこれが初めてですね。見た目至上主義社会、見た目至上主義社会ですね。それはですね、まずは日本では漫画やアニメから始まったんですけども、銀河鉄道999っていうですね作品があって、原作の松本零士の漫画版ではですね、鉄郎は主人公の鉄郎はですね、背が低くて結構なんかこうじゃがいもみたいな顔してちんじくりんなんですよ。ところが劇場版のアニメになっていったら、それはもうどんどん鉄郎がイケメン化していくんですよね。これなんでかっていうと、簡単な理由があってですね、漫画よりアニメの方がメジャー層を相手にしてるから。メジャー層を相手にしてるから当たり前だけど主人公をできるだけ美形にしなければいけないと。これはエンターテインメント業界ではもう本当に当たり前のことなんですよ。見た目で僕らはですね、ごく自然に判断するようになってるんですよね。でそのことを疑う人がいたらですね、YouTube でですね、1960年代の歌謡番組と現在の歌番組を比較してみてください。そしたら1960年代の歌番組に出てるですね、お兄さんお姉さんおじさんおばさん方は皆さんびっくりするぐらいブサイクです。ブサイクと言い方は変なんですけども、別に美しくないです。ところが現在の歌番組に出てくるお兄ちゃんお姉ちゃんおじさんおばさんたちはですね、びっくりするぐらい綺麗なんですね。それは別に日本人がこの30年間40年間50年間でですね綺麗になったわけでも何でもないんですね。ただテレビに映る人っていうのはこれぐらい綺麗でなければいけないっていうのがどんどん上がってきていると。で歌とか芸能の世界というのはそうじゃないっていうふうに思われてたのがどんどんだから1960年代70年代のアイドルって悪口だったんですよ。これもねその時代を経験してないとなかなか感覚つかみにくいと思うんですけど、アイドルというのは悪口で、つまり見た目しかない人のことを指したんですね。見た目がいいだけの男とか女が一生懸命歌うのがアイドルソングであったと。ところが現在違うんですね。まず見た目がいい人が集められて、その中で才能を伸ばして出てくるから、もう今テレビとかに出てきてですね歌を歌ってる人のほぼ全員がもう本当に稀な一軍がいるんですが、岡崎体育ですらダイエットしたんですけどもですね、稀な一軍以外はですねほとんど小綺麗な綺麗なですね人しか出なくなってきてるんですね。だからまず漫画版ではですねそこそこブサイクだった鉄郎999の鉄郎は劇場アニメ版ではですね綺麗になってしまうっていうことになるんです。メジャー層を狙うということは見た目を良くするということでもあります。おまけにですねもう一つですね流れとして大きいのは僕は韓国アイドルの登場だと思うんですけども、このやっぱり10年5年間で一番大きい変化っていうのは日本の芸能界というか芸能ファンの間でですね韓国のアイドルというものをみんながどんどん喜んでみて認めるようになってきたと。ということはイコールどういうことかというと、基本的に整形手術が肯定されたということなんですね。これもねその人が自分の所属している文化圏とかですねクラスターによって変わってくるんですけども、本当に今時の若いお姉さんたちはびっくりするぐらい整形に関して肯定的です。そのことに関して男性の方がまだ否定的だというのが分かっているからあんまり口にしていないんですけども、
それはもう当たり前で、まず男性の方から韓国アイドルに対してどんどん好意的な発言をするようになってきたので、ああいうふうにですね、作った美というのに対してみんなネガティブな感情を持たなくなってきたというより、はっきり言ってですね、作った美しさの方がそりゃいいに決まってるっていうですね、もう手作りのおにぎりと工場出荷のおにぎりの差みたいなもんでしょうかね。そういうふうなものが出てきてるんでですね、見た目を良くすることが正しい、これが圧倒的なですね、社会の真実になってきたんですね。見た目は正しいなんですよ。これがまず大前提ね。見た目っていうのは正しいんだ。見た目がいいっていうこんなことはそれだけで価値があるし正しいんだということです。